ちゃんはこちらにいます。いつもいろんなところにいるのでちょっと気をつけて見てみてください。はい、大手とはということで今日は王手について覚えましょう。王手というのは次に玉を取りますよという手です。これは金で王手になっています。他の駒でも王手をしてみましょう。この辺りに角を置きましょう。これは角で王手になっています。今度は飛車でちょっと遠くからこの辺りに打ってみましょうか。これも飛車で王手になっています。こんな風にいろいろな駒で王手をしてみるといいですね。王手というのは次に玉を取りますよという手です。詰み。今日は詰みを覚えましょう。どう受けても玉が取られてしまうというのが詰みです。では早速見てみましょう。まずこういった局面があります。金で王手になっていますね。前回やった王手の受け方、3つ方法がありました。その方法でちょっとこの玉を防いで逃げてみましょう。まず逃げる方法なんですが、例えばね、ここに逃げても金で取られてしまいます。ここも金が効いてますね。そしてここも取られています。ここも金が効いているので、王手をかけられた場合の逃げるという方法はちょっとできません。次は王手をしている駒を取るという方法がありました。ちょっと取ってみましょう。王手をしている駒を取ってみましょう。そうすると今度はこの歩で取られてしまいますね。なのでこの王手をしている駒を取るということはできません。3番目の間に駒を置くという方法がありました。間に駒を置いてみましょう。置けません。はい、ということでこれが曲がっています。曲がってないのか、大丈夫ですかね。はい、玉の受け方3つの方法ができないというのが詰みということです。それでは他の詰みも見てみましょう。こういうふうに金で王手をかけてきました。これも玉が逃げることができないですね。そして取ると2二玉と取るとこの銀で取られてしまいます。そして間に駒を置くことができません。この先ほどの図とこれも分かるように、詰みには2枚以上の駒がこうつながっているというのが大事ですね。王手をしている駒とそれを応援している駒が必要、ほとんどの場合は必要になってきます。禁じ手2歩以外のルール。前回は2歩という禁じ手をやりました。今回は行きどころのない駒、ちょっと言いづらいんですけども、行きどころのない駒の、ルールを説明します。この歩をこのように1段目に動かすことはできません。この歩は次に動かすことが、動くのはここなので、ここは番がないですね。なので動きません。こういう時は1段目までいったらなってあげてください。桂馬もぴょんとここに飛ぶと次に動かすことができないので、このようになってあげてください。そして香車もここまで進むと次に動かすことができないので、ここに進みたいときは必ずならないといけません。駒を打つところでも、お話ししましたが、駒を打つときはそうですね、ここに1段目に打つことができませんと伝えましたね。行きどころのない駒、次にこう行くところがないという駒を
将棋では作ってはいけないというルールがあります。